こんにちは。今日は転売ヤーについてお話ししようと思います。まあ、最初にこの転売ヤーっていう言葉を知らない人のために少し、どういう意味かっていうことをお話ししようと思うんですけど、転売ヤーっていうのは、まあ、転売する人ですね。で、もう少し簡単に言うと、手に入りにくいものとか買いにくいもの、レアなものを、普通の値段よりめちゃくちゃ高い値段で他の人に売る人ですね。まあこれ結構いい名前だと思うんですけど、転売ヤーって、転売っていう言葉と、英語のバイヤーっていう言葉が組み合わさって転売ヤーっていう言葉ができたみたいで、まあ面白い言葉だなと思うんですけど、まあ、意味はね、あんまり良くないんですね。で、まあ、転売ヤーについて僕が今回話そうと思ったきっかけがあって、最近もうこの転売ヤー、いつも転売ヤーのニュースってあるんですけど、最近も結構大きい転売ヤーのニュースがあったんですね。それが、まあ、マクドナルドの話なんですけど、まあマクドナルドのハッピーセットあるじゃないですか。子供のためのハッピーセットね。で、ハッピーセットってなんか、ハンバーガーとか、その食べ物プラスなんか小さいおもちゃみたいなものがついてますよね。で、そのおもちゃが最近ポケモンカードだったんですよ。で、そのポケモンカードを、売るためにハッピーセットを買う、転売ヤーがめちゃくちゃ増えたんですね。まあ、日本人ももちろんそういう人いるんですけど、特に外国の人ですね。結構この転売ヤーが多いんですね。その自分の国に持って帰って、その日本で買ったそのポケモンカードを売る人とか、逆にまあ日本で住んでて、でもうまあバイトしてたりしてないバイトしてない人もいると思いますけど、まあ、お金を稼ぐために、日本で住んでるけど日本でそのポケモンカードを買って、で日本の国内であのそういうウェブサイトを使って他の日本人に売るみたいなことをする人がね、いるんですね。もちろん日本人もたくさんいるんですけど、でその転売ヤーにとっていい商品、まあ、どんな商品が転売されやすいかっていうと、まず一つ目はもう絶対にポケモンカードですね。ポケモンカードの、まあ、今回、ハッピーセットのマクドナルドの、ハッピーセットのおもちゃとしてそのポケモンカードありましたけど、普通にね新しいポケモンカードの、パックが出たら、まあ、転売ヤーの人がたくさん買って、でそれをめちゃくちゃ高い値段で他の人に売るっていうのがまあよくあるし、あとはスイッチ、任天堂スイッチとか新しいゲーム機が出たら、まあ、やっぱりね転売ヤーの人、たくさん買いますよね。たくさんというか転売ヤーの人たちがなんかグループを作って、でたくさんそういうゲーム機を集めて他の人に高い値段で売るとかね。あと人気なのはね、YouTuber が日本人の YouTuber が作った商品ですね。そういう商品も転売されやすいし、あとは、まあ、コンサートのチケットとかね。こういうのはアメリカとかでもそのコンサートのチケットとかスニーカーとか転売されやすいって聞いたことがあるんですけど、まあ本当なんですかね。他の国のことも全然わかんないんで、もし何かしてたらコメントで教えてほしいんですけど、でまあそういうポケモンカードとかねゲーム機がどこで転売されるかっていうと、まあ一番人気なウェブサイトは、メルカリですね。多分知ってる人もいるんじゃないかな。まあ、フリーマーケットのオンラインのウェブサイトですね。まあ、世界ではというかその西洋の国とか、まあ、世界かな、eBay っていうウェブサイトが結構人気って聞いたことがあるんですけど、日本ではもう全く人気じゃないんですね。eBay。本当にメルカリみんな使ってると思いますね。何か自分で使ってたものがいらなくなったら、とりあえずメルカリに、え商品を出して、で他の人が買ってくれたらその商品を送って、で逆に自分がね必要なもの
何ですかね、服とか本とか家具とか、いろんなもの、本当にいろんなものメルカリで売られてるんですけど、そこでポケモンカードとか YouTuber が作った商品とかが高い値段で売られてるんですね。で、この転売ヤー、メルカリも転売ヤーがいるのを知ってますから、いろんな対策をするんですね。大量に同じ商品を、短い時間でたくさん出品してる人をバンしたり、何かアカウントの中で不正な動きがあったらバンしたりって、そういう対策もいろいろしてるんですけど、そのメルカリの対策を対策する転売ヤーがいるんですよね。でまたそれを転売ヤーが対策してて、いたちごっこみたいな感じになってるんですけど、とにかく最近ですね、最近というか、メルカリのサービスが始まってからこういうサービスもね目立ち始めたっていう感じですね。で僕は転売ヤーから何か商品を買ったことはないんですね。そのスイッチも転売ヤーから買ったことないし、ポケモンカードとか、YouTuber の商品とか全然買ったことがないんですけど、僕の転売に対する意見っていうのは、まあほとんどの場合では、いいというか仕方がないことなんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこういう何か物を買ったり売ったりとかビジネスってやっぱり需要と供給のバランスがありますから、その供給が少なくて、で需要が高かったらやっぱり値段も上がっちゃいますよね。なのでスニーカーとかね、コンサートのチケットとか、そういう、ゲーム機とかそういうものは、ある程度仕方がないんじゃないかなと思うんですけど、僕がやっぱり嫌いというか、なんか受け入れられない部分っていうのは、やっぱり子供が絡んでくると、ちょっと転売がね、転売ヤーが嫌いになっちゃうんですよね。さっきも言ったんですけど、このポッドキャストを撮ろうと思ったきっかけが、マクドナルドのハッピーセットのおもちゃが、今ポケモンカードなんですね。でやっぱりハッピーセットって、子供のためのものですよね。で僕も子供の時ハッピーセットを、いろいろ食べてて、でハッピーセットの食べ物ももちろん好きだったんですけど、それよりおもちゃですよね。おもちゃが欲しかったんですよ。それで子供の時お小遣いもらってたんですよ。でも無条件でお小遣いもらえるっていうわけじゃなくて、何か家事を手伝うとかね、家族、お母さんとかお父さん手伝ってやっとお小遣いもらって、でそれをいっぱい貯めて、でそのお小遣いでハッピーセットを買いに行くとかね、自分が欲しいものを買いに行ってたんですよ。もちろん子供の時って仕事できないですから、そういうお小遣いをもらって何か自分の買える範囲のものの中から選ぶっていう感じだったんですよ。僕の家庭ではね。もちろん家庭によってはお小遣いとか関係なく欲しいものを買ってもらえるっていう家庭もあるかもしれないですけど、僕はお小遣いをとにかく貯めなきゃいけなかったんですね。で頑張って貯めて、あのハッピーセットとかね、自分の欲しいおもちゃを手に入れるっていう感じだったんですけど、そういう子供の楽しみ、子供の領域にお金がある大人が入ってくる、で入ってきて、で自分たちのチャンスがなくなるっていうのが、悲しいしね、あんまり良くないなって思うんですよね。でこういう悲しいことをなくすために、マクドナルドも何か対策した方が良かったんですけど、マクドナルドも少し実は対策してたらしいんですよ。1人ハッピーセットを買えるのは5個までっていうルール作ったんですけど、子供がね5個もハッピーセット買わないし、普通の人5個もハッピーセット買わないんですよ。で5個ハッピーセットが欲しい人っていうのはもちろんそういう転売したい人だと思うんですよね。でポケモンカードとコラボしたハッピーセットのキャンペーンが始まる日の
めっちゃ朝早くからマクドナルドの前に転売ヤーがいっぱい並んで、でその子供が買うチャンスがねなくなっちゃってたんで、まあマクドナルドも対策したつもりだったと思いますけど、全然足りなくて、まあ、子供たちが本当にかわいそうだなって思ったんで、こういうことも日本で起こってるっていうことをちょっと話したくて、今回のポッドキャスト作らせていただきました。まあ、どう思いますか？皆さん皆さんの国とか皆さんの文化で転売ヤーいますかね？で、そういう人についてどう思いますか？またなんか意見があったら、教えてください。もちろんどんな転売ヤーもダメっていう人もたくさんいると思いますから、もし何かあったら教えてください。まあそんな感じで今日は、転売ヤーについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。